ビッグコミックスペリオールで連載中の機動戦士ガンダムサンダーボルト。次回でいよいよ最終回となりました。生死と同じ宇宙世紀を舞台としながらも、特に第3部ではジオンではなく南洋同盟と戦うなど、先が読めない展開続きで楽しんでいた方も多かったのではないでしょうか。今回はそんなサンダーボルトの物語の全体像と作品の魅力について解説・レビューさせていただきます。なお、本動画はサンダーボルト全体のネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。本作は第1部、第2部、第3部に分かれています。第1部はアニメ版ディッセンバースカイも存在する作品で、宇宙世紀007912月一年戦争終盤を舞台に、地球連邦軍のイオ・フレミングとムーアドウ砲弾がジオンの補給路サンダーボルト中域の制中権を奪還するべく戦いを繰り広げます。ここで敵対したのがジオンのリビングデッド師団、そして義足のエーススナイパーのダリル・ローレンツでした。最終的にイオはフルアーマーガンダムを受領し、その圧倒的な力でリビングデッド師団のモビルスーツを次々と撃破していきましたが、ダリルはその対抗策として自らの残る手足を全て切断し、神経を直接機体に接続する特殊なシステムリユースサイコデバイスを搭載したサイコザクに登場することに決めます。リユースサイコデバイス開発者であり、ダリルの恋人でもあるカーラは悲しみますが、ダリルは失った死よりも自由に動く圧倒的な力を手に入れました。こうして2人は最高の力を持つモビルスーツで死闘を繰り広げ、相打ちとなりましたが、双方の機体が行動不能になった時、ジオンのセイレーン機動艦隊が到着したため、イオやムーアドウ砲弾は捕虜となります。しかしアバオア空戦の混乱に伴い脱出に成功しました。こうして第1部が終わり、物語は第2部へと移ります。第2部では一年戦争終結から7ヶ月後、つまり宇宙世紀0087月を舞台に、今度は南洋同盟との戦いが描かれます。南洋同盟は連邦から独立した宗教国家を作り上げようと目論み、その最大戦力としてサイコザクマーク2とリユースサイコデバイスの開発を密かに継続していました。そこで連邦軍参謀本部のモニカ大佐はこれを阻止するべくサンダーボルト作戦を発令。ペガサス級強襲揚陸艦スパルタンはイオが狩る新型機アトラスガンダムと共に地球へと降下しました。一方、元セイレーン機動艦隊のクライバー将軍やダリルたちジオン残党軍もジオン再興のためにリユースサイコデバイスが必要と考え、そのデータを奪取するべく南洋同盟へ向かいました。こうして三つどもえの戦いが始まりますが、ダリルは恋人のカーラが記憶を失って幼児対抗してしまっていた中、南洋同盟の指導者レバンフーが力を貸してくれるなら私のニュータイプ能力でカーラを元に戻すと説得したことで、南洋同盟に力を貸すことに決めます。こうしてダリルはジオン残党を殲滅し、一部の仲間たちと共に南洋同盟の一員となりました。なお第2部のここまでの物語はアニメバンディットフラワーで描かれており、ここから先がまだアニメ化されていない漫画のみの内容となります。レバンの最終目的は月のアナハイムエレクトロニクスを壊滅させることにあります。本世界ではアナハイムエレクトロニクスが兵器開発の全ての元凶とされており、レバンは戦争をなくすためにはこの種の商人たるアナハイムエレクトロニクスを滅ぼす必要があると考えていたのでした。そこでタール火山基地でサイコザクマーク2 32機を製造し、同時にそのパイロットとして己の死死を切断してでも戦争根絶を願う強い意志を持つ者たちを確保。宇宙への打ち上げを目論みます。その計画を阻止するべく急襲を仕掛けるイオたちでしたが、ダリルのサイコザクマーク2によってスパルタンはヒートフォークだけで撃破されてしまい、打ち上げも阻止できませんでした。またイオは最愛の仲間たちを失い、絶望の中で殺されるところでしたが、セイレーンの魔女とも呼ばれていた高いニュータイプ能力を持つ双子の妹イース・シェリーの命により生き残りました。こうして第2部は終わり、第3部へ進みます。第3部ではアナハイムエレクトロニクスを殲滅せんとする南洋同盟と、それを阻止しようとする地球連邦軍の戦いが描かれています。サイコザク軍団は先に宇宙へ上がることに成功しましたが、ダリルはスパルタンと戦っていたため遅れて未だ連邦軍追跡部隊に呼ばれていました。
そこでジオン残党軍を追われていた者たちと取引をして宇宙へ上がり、クライバー将軍の宇宙要塞へ向かいます。そこには将軍が密かに修復を進めていた、かつてイオが乗っていたフルアーマーガンダムがありました。ダリルは勝つためには最高の力が必要と判断。こうしてサイコザクマーク2の内装にフルアーマーガンダムの外装を取り付けたパーフェクトガンダムを作り上げました。見た目はガンダム、しかし起動音はザクのグポンという偽ガンダムの誕生です。さらに連邦軍に偽装してルナ2に潜入し、ニュータイプ専用機ブラウブロを奪取することにも成功します。ダリルはニュータイプ能力に完全に目覚め、たった1機で連邦軍の重要基地から脱出するのでした。こうしてダリルは南洋同盟に無事合流し、レバンはマイトレイヤ作戦を実行します。マイトレイヤ作戦とは、旧ジオンが開発したサイド3のコロニーレーザーソーラレイをサイコザク軍団により奪取し、さらに秘匿していたビグザムでコロニーを押して強引に軌道を調整して、アナハイムエレクトロニクスめがけてレーザーを照射してアナハイムエレクトロニクスを壊滅させるという作戦です。こうして連邦と南洋同盟の決戦が始まります。イオはサイコザク軍団に対抗するため、一年戦争でアバオア空から接収していた謎に包まれた機体パーフェクトジオングに登場。イオはニュータイプ能力を持たないため、ニュータイプ能力のあるリリー・シェリーと共に戦います。フルアーマーガンダムに乗っていた頃はソロで戦うのを好んでいたようでしたが、幾多の仲間の死を乗り越え、リリーと共に戦う中でアンサンブルの良さを知り、人間としても大きく成長していきました。南洋同盟の動きとしては、コンペイ島の連邦軍防衛ラインを中央突破してジオン共和国があるサイド3へ向かい、ソーラレイを奪取するという流れでした。そこで連邦軍はマクレガー大将率いるコンペイ島艦隊に防衛を任せます。この時、地球のジャブロー本部はルナ2が近いということで、ルナ2司令官のボーマン提督に援軍を指示しますが、ダリルたった一人によりルナ2が戦力を大きく失っていたことから、ジャブローからも援軍を要請。しかしジャブローは危機感がなくグダグダ言っているだけでした。またジオン共和国は連邦加盟国になったのだからと増援を要請。マクレガー大将はかつての戦犯国の高顔無知な姿勢に飽き飽きしていました。しかも連邦軍の戦力がアナハイム制で埋め尽くされ、アナハイムが増長している様からも、連邦軍が血を流すのではなく、ソーラレイで南洋同盟を殲滅するべきという作戦を立てます。そしてマクレガー大将はジャブローからの使用許可を待たずしてソーラレイの封印を強引に解除するのでした。こうして連邦軍と南洋同盟の最終決戦の火蓋は切って落とされました。レバンはビグザムに乗り、肉体の維持をカーラに任せて作戦指揮を取り、ニュータイプ能力を生かして敵に気づかれずにビグザムで近づいてソーラレイを一気に掌握します。またダリルはコンペイトウ艦隊を襲撃。イオは月面アナハイムエレクトロニクスからコンペイトウへ駆けつけて応戦。ビアンカはアトラスガンダム宇宙仕様を借り、アナハイムエレクトロニクスから拝借した核ミサイルをビグザムに撃ち込むべく出撃します。死闘が繰り広げられる中、南洋同盟はついにソーラレイの完成を掌握。アナハイムエレクトロニクスを撃つべく攻撃可能地点までビグザムで押して動かそうとしますが、ここでカーラが造反。自身が作ったサイコザク軍団の特殊プログラムを作動してパイロットを全員殺し、ジオン共和国の国民を虐殺するべく向かわせました。一方ソーラレイを南洋同盟に掌握され窮地に陥る連邦軍は味方の被害を顧みずソーラレイを照射。イオやダリルたちも巻き込まれますが、なんとか生き残りました。しかしここでパーフェクトジオングとブラウブロの中にもう一つの意志が存在したことが発覚します。それが首だけのレバン風、俗称ゆっくり操縦です。本世界におけるニュータイプ兵器のシステムはブラックボックスとなっており、連邦軍は解析することができませんでしたが、実はレバンから複製されたクローンの頭部がサイコミュとの接続機器として使われていたのでした。これを知ったイオはパーフェクトジオング内のレバンをカリストと名付け、リリーと含めた3人でトリオセッションを行うことになります。ソーラレイ照射後、レバンは最後の力を使いサイコザク軍団を止めますが、それを恨むカーラがレバンを殺し、ソーラレイをジオン共和国へ向けて照射するべく画策。
カーラの造反に気づいたダリルや一部の者たちは、これを阻止するべく動きます。こうして、イオとダリルは、ソーラレイへ向かい、ラストシューティングをもって、2機の戦いは終わりました。しかし、ソーラレイは、依然として、アナハイムへ向けて移動しており、アナハイムエレクトロニクスは、これに対処するべく、最終防衛手段に出ます。それが量産型ビグザム軍団でした。さらに、アナハイムエレクトロニクスは、新国家タイタンズを名乗ります。タイタンズの圧倒的な強さで、一気に勢力図が塗り替わろうとする中、ダリルは、カーラを止めるべく、ビグザム内に潜入。イオたちは、捕虜になっていたビアンカを救出し、アトラスガンダムに登場。ダリルとカーラ、ビグザムとソーラレイ、すべてに決着をつけるのでした。こうして戦いは終わり、現在後日談が描かれているサンダーボルトは、ガモーレ的には、人が戦争の中で狂っていく人間模様が、泥臭くも濃厚に描かれているところが面白い作品だと思います。イオは、当初は、周りのことを気にもかけない一人で突っ走る戦争ジャンキーでしたが、仲間たちの裏切り足を乗り越え、人間として成長していく姿が、非常に魅力的に描かれています。一方、ダリルは、本来は、優しい青年だったはずが、リユースサイコデバイスのため、自分の全てを捧げてしまったところから徐々に狂っていき、さらにニュータイプとして覚醒するも、誰にも救われず、引き返せないところまで行ってしまう、儚い犠牲者となりました。このように成長するイオと戦争に翻弄されるダリルが対照的に描かれています。また、ガンダム作品にしては珍しく、宗教が登場しましたが、一年戦争後で世界が荒廃しているからこそ、南洋同盟が勢力拡大できた、というのも納得しやすい部分ではないかと思います。あと、個人的には、サブキャラの人物像を、さりげなく、それでいて分かりやすく描写してくれているシーンが所々にあるのも魅力の一つだと思います。例えば、マクレガー将軍が、なぜ、独断で、ソーラレイの封印を解いたのか。という理由も、コマ数は少ないながら、マクレガーの背景を分かりやすく示してくれているので、感情移入がしやすくなります。現在連載されている後日談では、主役以外のキャラのその後が多く描かれていますが、本編で、各キャラのバックボーンや心情を示してくれているからこそ、感情移入しやすく、読み応えがあるのかもしれません。サンダーボルトは、第3部で、連邦のイオがジオングに乗ったり、元ジオンのダリルがガンダムにしか見えないザクに乗ったりすることから、ネットでは、ガンダム作品の冒涜と言われることもありますが、特に、各人物の心の描写が丁寧で、戦争の悲痛さを生々しく表現した面白い作品だと思うので、ぜひ、未読の方は読んでみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、良ければもう一本、動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。